あなたがこの情報ソースを深掘りする分析の旅を聞き終える頃には、私たちが知っているインターネットという物理的なスペースは確実に少し縮んでいるはずです。ええ、そうですね。というのも、あとわずか3年で、ウェブ上では私たち人間がマイノリティ、つまり少数派になるからです。マイノリティですよ。じゃあデジタル空間が AI でパンパンに満員になってしまったら、その膨大な知能は一体どこへ向かうと思いますか？それはもう私たちの物理的な現実世界へと一気に溢れ出てくることになります。はい。なので今日の分析の旅では、今週のテッククランチから抽出したいくつかの一見バラバラに見えるシグナルをつなぎ合わせていきます。15兆円規模の工場買収劇から、カニバベレストランで踊り狂うロボットまでですね。そうなんです。これら無関係に見えるニュースは、実はデジタル知能と物理的現実の激しい衝突というたった一つの巨大なパラダイムシフトを示唆示しているんです。一緒に紐解いていきましょ画面の中だけで完結していたテクノロジーが、ついに強固な肉体と現実世界のルールに直面し始めている転換点ですね。う。ええ。これは単なるソフトウェアのアップデートではありません。経済の動線からあなたの家の玄関先まで、世界を動かす物理法則そのものが書き換えられようとしているシグナルなんです。インターネット上で人間がマイノリティになるっていうのは決して大げさな比喩じゃないんですよね。クラウドフレアの CEO マシュー・プリンス氏が非常に具体的な予測を発表しました。はい。2027年までにオンライン上のボットによるトラフィックが人間のトラフィックを完全に上回るという予測ですね。2027年ってすぐそこじゃないですか。原因はやっぱり生成 AI エージェントの爆発的な普及ですよね。そうです。私たちが作ったはずの巨大なデジタルテーマパークで、お客さんである人間よりも中で走り回るキャストの数の方が多くなってしまうわけです。なんか不思議な感覚ですね。ここで重要なのは、彼らが単なる自動応答ボットではなくて、自律型エージェントに進化しているというメカニズムなんですよ。自律型、つまり勝手に動くってことですか？ええ。これまでの AI は人間がプロンプトを入力して初めて動く受動的なものでした。でも今の AI エージェントは、例えば来月の出張の手配と競合他社の価格調査をしておいてと指示されれば、自らネット上を巡り回ります。なるほど。データをスクレーピングして、時には別企業の AI エージェントと交渉まで行うんです。人間が寝ている間にも彼ら同士で絶え間なく通信し合っているんですよね。待ってください。私たちがブラウザを閉じている間も、裏側で勝手にトラフィックを生み出し続けているわけですよね。その通りです。でも、そんな桁違いの数のボットが24時間365日通信し続けたら、インターネットの道路網、つまりサーバーとかデータセンターって物理的にパンクしませんか？ AI って魔法じゃなくて、実際に電力を消費する物理的なインフラの上で動いてるわけですし。まさに鋭い指摘です。実際そのインフラへの負荷は劇的に増加しているんですよ。データセンターの冷却水や電力消費量はすでに世界的なボトルネックになりつつあります。やっぱそうなんですね。はい。だからこそ、サーバーというデジタルの箱の中だけで計算を続けることにはもう限界が来ているんです。なるほど、デジタル空間が満杯になった。だから彼らは外に出る必要がある。これがジェフ・ベゾスが今突如として信じられないような巨額の資金を動かそうとしている理由に直結するわけですね。完全につながっています。テッククランチの報道によると、アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスがなんと1000億ドル、日本円にして約15兆円規模の資金調達を計画しています。15兆円ですよ。国家予算レベルの規模ですよね。しかも驚くべきはその使い道なんですよ。AI の最新スタートアップを作るんじゃなくて、古い製造業を買収して AI 技術で根本から変革させるプロジェクトのためだっていいんです。シリコンバレーのテーレセルドを動かすビジネスモデルから、現実の鉄やコンクリートを動かすビジネスへと資本が大きくシフトしている明確な証拠ですね。いやー、でもちょっと意地悪な見方をさせてください。これまでにもシリコンバレーって古い産業をテクノロジーでディスラプトするって豪語して、何度もハードウェアや製造業の壁にぶつかって失敗してきませんでしたか？いえ、確かにそういう歴史はありますね。物理的なものづくりって極めて利益率が低くて泥臭い世界じゃないですか。それにこれって1950年代の古いトラクターに最新の F1 エンジンの頭脳を乗せようとしているようなものに見えちゃうんですよね。面白い例えですね。AI が1ミリ秒で判断できても、物理的な歯車とかサプライチェーンってそんなスピードでは動けずに壊れてしまうんじゃないかなって。なぜベゾスは今なら勝算があるって踏んだんでしょうか？実はそのトラクターと F1 エンジンの摩擦こそが、まさに彼が狙っている最大の金脈なんですよ。摩擦が金脈ですか？
かつてのテック企業が失敗したのは、ハードウェアを一から自分たちで再発明しようとしたからです。でもベゾスの狙いは違います。何十年もかけて構築された巨大な工場とか、既存の施設ですね。何万トンもの鉄を動かす既存のサプライチェーン、世界中の港湾ネットワーク、このすでに動いている巨大な物理基盤をそのまま買い取って、AI という F1 エンジンを使って全体の飛行列を最適化することなんです。なるほど。ゼロから作るんじゃなくて、既存の巨大なインフラの脳みそだけをすげ替えるってことか。そういうことです。古い製造業ってベテランの経験則とかアナログな在庫管理に依存しているため、全体のプロセスに 5% くらいの無駄が至るところに眠っているんですよ。確かにアナログな部分ってどうしても無駄が出ますよね。はい。そこで AI の強みが生きます。何百万というセンサーデータをリアルタイムで解析して、明日どの工場のどの機械が故障するかを予知したり、天候データから最適な輸送ルートを秒単位で再計算したりできるんです。全体最適化ですね。15兆円という産業規模において、AI がたった 1% の効率化を達成するだけで、生み出される利益はとんでもない額になりますから。いや、AI という頭脳が重厚長大な製造業という巨大な肉体を手に入れようとしているわけですね。でも、この物理世界への侵食って、そんなマクロな世界だけの話じゃないんですよね。はい。もっと身近な場所でも起きています。もっとミクロな、あなたの家の玄関先にも直接歩いてきています。ここで Amazon がリバーというスタートアップを買収したニュースです。彼らが作っているのは、空を飛ぶドローンじゃなくて、階段を登ることができる配達ロボットなんですよね。アマゾンは以前からリバーに投資していましたからね。この買収は e コマースの巨人が本気でラストワンマイルならぬラスト数メートル、つまりあなたの家のドアの真ん前までの完全自動化に乗り出したことを意味します。ドローン配達がもてはやされた時期もありましたけど、結局地面を歩いて階段を登るっていう人間にとっては当たり前のアナログなアプローチに回帰しているのがすごく面白いなと。非常に興味深いシフトですよね。でもなぜただ車輪で走るだけじゃなくて、わざわざ階段を登ることにここまで執着するんでしょうか。なぜなら階段こそがロボティクスにおけるラスボス、最後の壁だからです。ラスボスですか。人間は無意識に重心を移動させて階段を登りますけど、ロボットにとって階段は悪魔のような障害物なんですよ。段差が一定じゃないとか。その通りです。段の高さは建築基準で微妙に違いますし、材質も雨に濡れたコンクリートから滑りやすい大理石、崩れかけの木材まで様々です。なるほど。それをいちいち計算しなければいけない。これらをリアルタイムの視覚データと物理センサーで認識して、重さの違う荷物を抱えながら重心を維持続ける。これは単純なアルゴリズムでは到底計算しきれない、極めて高度な物理演算と AI の統合が必要な領域なんです。確かにソフトウェアの世界ならバグで済みますけど、物理世界で重い荷物を持ったロボットが階段から転げ落ちたら大事故になりますもんね。そうなんですよ。だからこそそのカオスな現実空間を正確にハックできる足、つまりハードウェアが必要不可欠だったわけだ。はい。あなたが次にネットショッピングをしたとき、インターフォンを鳴らしてそこに立っているのは、一段一段完璧な物理計算をこなしながら階段を上りきった AI ロボットかもしれません。ちょっとワクワクしますね。でも完璧な物理計算で階段を上るロボットがいる一方で、私たちの日常空間に放り込まれたテクノロギーがどれほど予測不可能でカオスなものになるかを示す象徴的な事件も起きていますよね。カリフォルニアにあるカニ狩りレストラン海底楼での出来事ですね。そうです。店内で稼働していたエンターテインメント用の人間型ロボットがテッククランチの記事の表現をそのまま借りるなら少し激しく踊りすぎちゃったんです。ノリゴリになりすぎたわけですね。結果として従業員がそのロボットを必死に取り押さえる、リストレインする事態になりました。このニュース、一見するとただの笑い話のように聞こえますけど、実は非常に示唆に富んでいるんですよ。先ほどのなぜ階段が難しいのかという話と完全にリンクしています。いやー、15兆円の AI 投資とか階段を上る超高性能ロボットとか壮大な話をしてきたのに、現実のカニ狩り屋さんでは暴れ回るロボットを人間が羽交い締めにしているんですよ。高度なテクノロジーと泥臭い現実のギャップが見事に露呈してますよね。どうしてこんな失敗が起きるんですか？なぜ失敗したのか。それは現実世界の物理法則が極めてノイズの多い汚いデータだからです。シミュレーションや実験室の中では床は完全に平らで摩擦係数も一定ですよね。はい。
理想的な環境ですからね。しかし実際のカニ狩り屋さんの床はどうでしょう。目には見えないレベルで蒸発したチリオイルの油膜が張っていたり、スープの飛び釣りがあったり。待って、じゃあロボットのコード自体は完璧でも、その微細な油分が足裏の摩擦係数を狂わせたってことですか？まさにその通りなんです。その狂いが起きた瞬間、プログラムの想定を超えた挙動を引き起こすんですよ。なるほど。AI のセンサーが完璧な床を想定してステップを踏んだら、実際にはチリオイルで滑ってバランスを崩しちゃって。ええ。で、それを立て直そうとしてさらに変な動きになって、結果的に激しく踊り狂っているように見えてしまったわけですね。現実世界には予測不能な動きをする人間のお客様もいれば、日々変化する環境要因もあります。テクノロジーが物理空間に進出することは、コードの美しさだけでは解決できないカオスとの終わりのない戦いなんです。いや、大変ですね。従業員が物理的にロボットを制止するというアナログな対応は、AI と人間の共存がまだまだ摩擦だらけの試行錯誤の途中であることを如実に物語っています。デジタルの知能が物理世界にあふれ出し、巨額の資本が古い工場を塗り替え、ロボットが階段を上り、時には油まみれの床で暴走する。本当にカオスですね。これだけ不確実でカオスな変化が毎日リアルタイムで起きている世界で、人間はどうやって次に何が起きるかを見極めようとしているのか、その一つの回が最後に取り上げるニュースに現れていますよね。はい。予測市場のポリマーケットがメジャーリーグベースボール MLB との公式提携を発表したというニュースですね。これはまた毛色が違うように見えますけど。いえ、非常に大きなパラダイムシフトですよ。ポリマーケットは最近、こうした巨大組織との提携ラッシュを続けていますが、MLB という世界最大級のプロスポーツリーグが彼らと手を組んだ意味を深く考える必要があります。予測市場っていうのは、将来起こる出来事の結果に対して人々がお金をかけてそのオッズを取引するプラットフォームですよね。ただ、スポーツでお金をかけるなんて昔からあるギャンブルじゃないですか。リスナーも当然知ってる仕組みです。なぜ今、わざわざブロックチェーンベースの予測市場と MLB が組むんですか？なぜなら、予測市場の本質はギャンブルではなくて、分散型のデータエンジンだからです。データエンジンですか？従来のスポーツアナリストや専門家の予想は、過去の統計データや個人的なバイアスに基づいていますが、しかしポリマーケットのようなプラットフォームでは、何万人もの参加者が自分のお金をリスクにさらして予測を行います。いわゆる群衆の英知ってやつですね。はい。その群衆の英知に金銭的なインセンティブが結びついたとき、そこから吐き出されるリアルタイムのオッズは、どんな専門家の分析よりも早く、そして正確な未来の確率を示すことが多いんですよ。つまり、MLB はファンにかけさせて儲けるためじゃなくて、ポリマーケットが生成する極めて精度の高い未来予測データそのものに価値を見出しているわけですね。その通りです。これはスポーツに限った話ではありません。政治の選挙結果からテクノロジー企業の次の一手、さらには気候変動の影響まで。本当に何でも予測の対象になりますよね。社会があまりにも早く複雑に変化するため、私たちは過去のデータを振り返るのをやめ、予測市場という巨大な計算機を使って未来の確率をリアルタイムで数値化し、それに依存しようとしているんです。さて、ここまで5つのソースを紐解いてきました。見えてきたのは、デジタルと物理の境界線が完全に崩壊した世界ですね。サーバーに収まりきらなくなったボットたちが、クラウドフレアの予測通り溢れ出し、ジェフ・ベゾスの15兆円の資本をエンジンにして、古い製造業に流れ込み、あなたの家の階段を上って玄関先までやってくる。すべてつながっていますね。その過程で、時にはカニバレストランの横でチリオイルに滑って暴走するようなカオスを引き起こし、そんな予測不可能な世界で、私たちはポリマーケットというデータエンジンを使って必死に未来の確率を弾き出そうとしている。これらすべては独立したニュースではなくて、知能の物理世界への実装という一つの壮大なプロセスにおけるそれぞれのフェーズを示しているに過ぎないんですよ。今日はあなたの身の回りにある物理的な風景、例えば毎日通る道とか、職場の古いシステム、あるいはドアの前の階段、それが次に AI やロボットによってどう認識され、どう書き換えられるか、ぜひ想像してみてください。変化のスピードに圧倒されるのではなく、その裏にあるなぜそう動くのかというメカニズムを理解することが、これからの時代を生き抜く唯一の武器になりますからね。そして最後に一つ、あなたに考えてみてほしいことがあります。今日の最初、2027年には、オンライン上のトラフィックの過半数が人間の手ではなく
AI ボットによって生成されるようになるとお話ししましたね。はい、クラウドフレアの予測ですね。だとしたら、私たちが今、群衆の英知だと信じて頼っているポリマーケットのような予測市場のデータ、これも将来的には人間じゃなくて、数百万の AI エージェント同士が超高速で情報を処理して、アルゴリズムに基づいて自動で資金をベットし合う、ボットだらけの市場になるはずじゃないですか？それは、ゾッとするような、でも完全に論理的な帰結ですね。人間が熱狂して、これが未来の確率だって信じているその数字すらも、実はボット同士がやり取りして作られた未来になっているかもしれない。私たちが生きているこの現実は、一体誰の予測によって動かされているのでしょうか？ぜひ、あなた自身で考えてみてください。それでは、今回の情報ソースを深掘りする分析の旅はここまでです。また次回、新たな知の世界でお会いしましょう。